ゲートの前に来ました。今回45番ゲートでね、ニューヨーク行きということで、やっぱりアメリカといえば私はね田舎者なんで、もうニューヨークしかイメージがやっぱりないですそれはちょっと言い過ぎですけどね。それで今回のフライト情報が書いてるんですけども、12時間30分であちらで行くというわけでございますけど、結構前でね、1時間前です。早く出てきましたね。なんでここでねちょっと待っておきたいと思います。あちらがニューヨーク行きとなりまして、777になりますね。今ちょうどね機内食とか運んでるんですかね。かっこいいですね。ご搭乗の際はファーストクラス ANA ダイヤモンドメンバーのお客様、ビジネスクラススターアライアンスゴールドメンバーのお客様の順にご案内いたします。エコノミークラスのお客様は次のご案内までお待ちください。どうも。はい、それではファーストクラスはこちらでございます。行ってきます。いや、めちゃめちゃ緊張しますね。どうもこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。ご搭乗ありがとうございます。はい、どうもよろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。さあ、ジャケット預かってもらっていいですか。かしこまりました。座席に着きました。今回は 2A という、窓側の座席になりまして、ファーストクラスは121の座席となります。それ2列しかないので一番後方の席です。2でもね、だから合計8席計算合ってますか、それになりますと。はい、それであんな感じでね、はい、小野田様ご搭乗ありがとうございます。今回12時間5分のフライトでニューヨークは雨ということでですね、松森さんという方がね今回お相手してくれるということで、こんな感じで Wi-Fi カードもあります。それでボーイング777の300か ANA はこれしかないはずです。ファーストクラス持ってる機材はね、というわけでこれでニューヨーク誕生日に行ってきたいと思いますね。ウェルカムドリンクということで聞かれまして、これはビジネスクラスで、おそらくあると思います。それシャンパンかオレンジジュースか、私ねお酒残念ながら飲めないのでオレンジジュース、はい、どうもありがとうございます。でも横の人はシャンパン頼んでますけど、めちゃめちゃ高そうなやつで、やっぱねお酒飲めた方がいいですね、ファーストクラス飲む時は。なんかすごい瓶に入ってましたけど、私にとってのシャンパンでございます。冷たくてうまいです。アメニティもねたくさんくれるということで、こんな資生堂のフェルゼアみたいなのとかね、歯ブラシ欲しいって言ったらね、歯ブラシはもうねトイレにあるということで、もう至せり尽くせりみたいな感じで、あと入国審査のカードもね、アメリカの税関のカードか、はい、ももらいました。こんなに広いですね足上げるこうね、はい、ニューヨークね、悪くないです。ご搭乗ありがとうございます。
てご案内します。May we have your attention for the following safety instructions. 手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下に収納してください。まもなく離陸するわけでございますけれども、結構ねこのファーストクラスっていや広くてねいいんですけど、あれですね、こう窓がめちゃめちゃ遠いんですよね。ここまでぐらいしかと頑張ったらいけないこともないですけどもね、結構だから離れてるんで外をめちゃめちゃ見たいみたいな人であればちょっとねこれ ANA のファーストクラスはもうちょっとこう近づけてほしいなみたいな感じは思いますね。それでもこれだけねもう足届かないぐらいですからね、広いんですから全然楽勝ですね。12時間だろうがめちゃめちゃ贅沢な飛行機の中での空間でございますね。ではもうね安全のこう説明も行われているので間もなく離陸ということでね、ちょっと遅れてるみたいですけども、全然ねファーストクラスなんで遅れてもらっても構いませんよって感じですけどもね。 If you have any questions, please contact cabin attendant. 8席ファーストクラスあるって言ったんですけども、多分おそらくお客さん完全見えないことはないですけども、ほぼプライベートな空間なんですよね。ここであって、もうここもめっちゃ高いですしね、横の人と目合うことは絶対ないです。ここではね多分おそらく満席だと思います。だから8人中8人座ってる。それ昨日確認したらね横の席空いてたんですけども、今日はお客さんいるみたいですね。ほとんど日本人の方、日本人の顔してるけども海外に住んでるのかなみたいな人がいらっしゃったりしますね。できればね欲を言えばファーストクラス人が少なければサービスも良くなるんでね、そっちの方がいいのかなみたいな。でもやっぱりニューヨークは厳しいですね。人気路線でございます。1日1便成田から飛んでて羽田からも飛んでるのかな。夕方5時ぐらいなんですけども、もう11月ということもあって成田空港は真っ暗ですね。シートベルトはお締めでしょうか。それともう一度お確かめください。Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please check your seat belt fasten whenever, once again. Thank you. まだこれからなんですけどもね、それでねでも離陸するときにこんな感じで全部落ちちゃいましたね。はい、枕もこんな感じで落ちるので、そこにねデフォルトで置いてるんですけども、ファーストクラスもし乗られる方がいるのであればどっか横に置いたり下に置いたりしときましょう。本当ね全然ファーストクラス乗ってるって実感が湧かないですね楽しみたいと思います。ただいまベルト着用サインが消灯いたしましたが、飛行中は急に揺れることもございます。念のためお座りの間はそのままシートベルトをお締めおきください。なお中国当局の要請により飛行中ご用のないお客様は席でお座りください。また化粧室、屋根付近で集まることも禁止されております。ご協力
をお願いいたします。あんな感じで後ろはビジネスクラスなんですけども、準備ができ次第お食事のサービスを開始いたしこんなます。感じで閉じちゃいましたね。ちなみに一番前も閉じてますね。こちらあれでスリッパですね。本当は離陸前にした方が良かったんだと思うんですけど、ちょっとね緊張してて忘れてましたね。というわけでこちら履かして、靴べらね、これはでもビジネスクラスと一緒ですね。おっと逆だな。というわけでこんな感じで履きました。それでね、やっぱりファーストクラスとなるといろいろもう設備があってね、とりあえずプッシュとかあると押したくなります子供ですか。こんな感じで、ここはメガネケースかな、スマホはちょっと入らないな、そんな感じのスペースがあったりとか、あとこっちにもプッシュがありますね。ここはなんかここはスマホとか、入れれそうなところですね。もう離陸したらすぐにこう機内メニューが渡されましたね。これめちゃめちゃかっこいいです。これピューってね、こんな感じでしまったりとか、めちゃ簡単というか直感的ですね。こう滑らかにボーっとこんな感じで来ることができます。では機内メニュー見てみましょうか。ご搭乗いただきありがとうございますと。それでワインとか、なるほど。ちょっと揺れてて申し訳ないですけども、こんな感じでこう機内メニューがつらつらと書かれてますけども、ワインは本当に高そうなのがいっぱいありますね。ちょっとねここら辺はすいません、解説できないんで、ぜひともコメント欄でこれがおすすめとかあるのであればむしろ教えてほしいんですけども、期間限定のスパークリングワインとかね、そういったのもありますと。日本酒とかもあって、この朝日はあれですね、僕がそうですね、喜界島ですよね、鹿児島県の JAL の JG 刺繍の時に行った時にね、見た朝日ってやつあったんですけど、そんなやつも置いてたりしますね。それでここが、カクテルとかウイスキーとかビール、ソフトドリンクとかなんですよ。ソフトドリンクは残念ながらでもそんなにあれですね、メニューはないんで、やっぱりお酒飲めた方が圧倒的有利ですね。このタイミングでまたおしぼりが来ました。結構今回のフライトは揺れますね。前方だと揺れるとかあるんですかね。こんな感じでカタ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 って揺れてますけども、雲の影響とかですかね。次に機内メニューを見てみましょうと。食事の方ですね。こだわりの食事とお飲み物を楽しんでくださいというわけでございまして、和食と洋食があるんですね。なるほど。和食はなるほど。じゃあ刺身とかもあるのか。小鉢とかね。なるほど。すごいですね。いや本当になんかでもいい日本食みたいなのが、もう取り揃えてられて、日本食でやっぱり一番いいのは、日系の会社だと思うんでね、そういった意味では結構これ見る限り本気で来てますね。次に洋食。ズワイガニとかもありまして、佐賀県産の和牛フィレ肉、すごいな。サーモンとかね。なるほど。こんなものがあるというわけでございます。ちょっとねどっちかですよね。迷うな。でもやっ
洋食かな。ちょっと和牛ヒレ肉普通に食いたいっていうのがあるんで、洋食で今回はさせていただこうかなっていうふうに思います。いやでも和食もこれ食べたいけどね。なるほど。それでお好きな時にということで、一風堂のラーメンとかね、これもビジネスクラスとかありますよね。あとハンバーガーとかカレー、海鮮茶漬け、さっきラウンジで食べたようなやつですかね。これがもういつでも食べれますよみたいな感じみたいですね。贅沢すぎる。あとは和食としてもなんかいろいろあります。納豆とかもあるんだ。もうこれでも食べきれないわな。すごいですね。今回NH 中便ですけども、松茸とかもあるんだ。はい、こんな感じのメニューとなっております。いやー、ちょっとお腹減ってきて、あんまりねラウンジで食べなくてよかったですね。さすがにファーストクラスなんで顔拭くのはやめとこうかなと思います。いつもはねちょっと拭いてる時もあるんですけど、いやー嬉しい。すいません、ちょっとお酒飲めないんですけども、なんかソフトドリンクでファーストクラスしかなんか飲めないようなものってあったりします？そうですね。ちょっと見てきました。あったかもしれない。いいですか。あんまお酒飲まない人っていないんですかね。飲まない。こう飲めても飲まない人とかもいると思うんですけどもね。でもファーストクラスやっぱりね飲めた方がいいんでしょうね。これ多分10万円ぐらい損してますね。多分ねめっちゃねいいお酒でね本当あると思うんですよ。だからね皆さん飲んでくださいな。でも食事が僕はもう楽しみなんで、食事をちょっとね空の上で楽しみたいなみたいな感じで思っております。はい。まさか苦笑いされるとは思ってなかったですね。の方そんないないんだ。ノンアルコールカクテルを、特製で作ってくれるということで、ちょっとアルコール入ってちょっとぐらいなら大丈夫かなっていうふうに思ってるんですけどもね、僕もいただこうかなみたいな感じで思います。すいません、どうもありがとうございます。作っていただきました。これは確かになんかおしゃれっぽいですね。ではいただきます。もうほとんどグレープフルーツみたいな感じですかね。グレープフルーツジュースみたいな。でもちょっと確かにお酒が入ってるような、僕はすごい敏感なんでわかるんですけども、でもこれぐらいなら大丈夫かな。いやでもありがたいです。そこまでねちゃんと考えてこうメニューにもなくても作ってくれるっていうのはさすがファーストクラスですね。両番組ご視聴始めのお客様には失礼いたしました。今日も日本とニューヨーク間に ANA ご利用いただきまして大変ありがとうございます。皆様の飛行機は最初の15コード3万1000フィート 9500m ですね、太平洋の上空で10コードに入っております。今日の飛行時間12時間5分。飛行経路はこれより約6時間ほど北太平洋上空を通過いたしまして、アンカレッジ上空からカナダ上空に抜けまして、コダイ湖からニューヨークまで北上で北から皆様をご案内してまいります。これから先の航路上の天候でございます。3カ所ほど出発前のデータから見れることを予測しております。先ほどから風と気流の影響を受けているとおりますが、風ですが約これから1時間ほどの間、時折続く見込みでございます。また2カ所目ですが、先ほどもお話ししましたアンカレッジにジェット気流と雲の空気がございますので、約1時間半ほど見れることを予測しております。また到着前の2時間のところが同じく風になって見れる予測をしております。触れますとご心配の方もいらっしゃるかと思いますが、できるだけ経路と高度を設定して短時間で揺れる区域、また最初の揺れに進めてまいります。どうぞご安心ください。なお、念のために先ほど客室職からご案内しました通り、座席ベルトの着用さん
はいどうも。ご視聴くださいますようお願いいたします。大変狭いんじゃないかと思いますが、あすいません。ここまで手前がドライビーフと香辛大根を巻いております。こちら名古屋旗巻き、ドーム型のタイのブランダー、はい。そしてタイをすり身にしてあ、はい。周りがコンソメ汁です。わかりました。ありがとうございます。お水もお捨てしましょうか。ああ、じゃあ水ももらっていいですか。はい。ガスなしでよろしいですか。あ、ガスありで、ありではい。氷はあ、これなくて大丈夫です。はい。和食か洋食とか関係なく配られそうで、このドリンクメニューに書いてても皆さんに配られる、お通しみたいなやつみたいでしたね。はい、ここにメニューが書かれておりますけれども、チーズスティックとか、いろいろあるんですけど、穴子巻きとかもうあるんで、さっさと食べましょう。はい、ではいただきます。スティック、これはチーズスティック。なんかカロリーメイトみたいな。こんなフォークもちっちゃい。あ、これか。穴子巻き。ちょっと取れちゃいましたけど、金箔もついてましたからね。なくなっちゃった。でも金箔どこ行ったんだ。食べます。穴子って言ってもそんなに穴子の味はしなくて、ほんのりみたいな。でもなんか魚っぽいなんか骨があったりとかして、でも飲み込みます全然。美味しい。次にソフトドライビーフのビーフ立てのなんか大根みたいなロールみたいな、全然説明になってないですけど、大根ですね。なんか前回アメックスプラチナのコンシェルジュにお願いして紹介してもらったレストランに初めてとこあるんですけども、そこで出てきそうなメニューですね。野菜メインなんですよね、そこは。次にタイかな。これはタイのブランダードって書いてますけど、何か分かんないですね。ブランダードってこれかな。合ってんのかな。これはうまい。こんな感じのメニューでございます。徐々に機内食出てきましたね。もうこれ見ていただけ分かると思うんですけど、今日は結構揺れますね。客室乗務員の人も大変そうです。一応サーブしてくれる方は2名いるのかな、ファーストクラスで。パンプキンブレードとカキですね。フルーツの柿のパンと、ワインの風味のバリと、そして全粒ということですね。じゃあパンプキンのやつもらっていいですか。はい、どうも。お飲み物他にいかがですか。でも炭酸水で大丈夫です。はい。こんなね、かぼちゃのパンみたいな、そういったのもありました。でもここでね、これ食べたらあれなんで、多分もっといい肉とかが出てくる。というかもう注文したんですけどもね。今回は何頼んだったっけな。そう。これが全部ドンと出てくるわけじゃなくて、アペタイザーならここからまた一つみたいな感じで、メインも全部出てくるとかじゃなくて、今回は私はズワイガニとなんちゃらのキャビアとともにみたいな、キャビアだけで飛びつきました。それにしましたと。それでメインディッシュはもう和牛フィレ肉、もうこれ食べたかった佐賀県産のやつね。であとはなんかスープみたいな感じのコースとなっております。それで日本発とアメリカ発だとメニューがやっぱり異なるんですよね。基本的に現地のものを使って出発する国で機内食とか用意してるんで、だから多分でも ANA の場合だとね、これ見るとやっぱりキャビアとかも確かあるんですけども、でも日本発の方がね多分美味しいものは食べれると思います。 ANA の本気ので監修したやつは食べれると思うんで、どっちかねファーストクラス選べってなると、やっぱり日本発の方が個人的にはいいんじゃないかなみたいな感じで思っております。はい、わかりました。おお、というわけで来ましたよ、キャビア。キ
ャビアですよ、キャビア。おお、これはもう痛風一直線ですね。まあでも今回はちょっと特別ということで許してやってください。ではいただきます。おお、これがズワイガニと菊芋ガトー仕立て。どこがズワイガニなのかな、全然わかんない。キャビアとはどのタイミングで確かに味はズワイガニですね。キャビアもいただきます。まあ、これ食べるのは良くないと思うんで、こう乗せてこんな感じで、これキャビア、はい、キャビアめっちゃあります。これはうまい、ズワイガニの味がします。なんか野菜っぽいかなみたいな感じで思ったんですけどね、贅沢です、めちゃめちゃ。このまま食べた方がうまい。もしかしたらマナー違反かもしれないけど、おお、キャビアはしょっぱいですね。これはでももう最高ですわ。ちょっと崩れるんで。甘い。でもこんなにかぼちゃの味はしないかな。キャビア書いてますね。いやー、贅沢すぎます。はい、どうも。はい。パンもう少しお持ちしましょうか。持ってきてもらっていいですか。はい、かしこまりました。どうも。お、うまいこれ。ドレッシングがめっちゃうまい。大根ドレッシングですね。あともう一つはシーザーで、シーザーはね居酒屋とかでも出てくるんで、なんか珍しいやつみたいな。別にどっちともそんなに珍しくないと思ったんですけど、大根うまいですね。うまいです。空の上で新鮮な野菜食べれるのはもういいですね。どうも。次のスープが来ました。コーンスープですね。はい。インスタントのコーンスープとは全然違う味。もっと甘いですね。これうまいわ。僕でも分かる、単純にシンプルにうまさです。すいません、どうも。はい、どうも。おお、ついに来ましたね。これはもうテンション上がりますね。分かりやすい。和牛フィレ肉佐賀県産ということで、じゃあ、いやまさか空の上でステーキとはやばいな。いやこれめちゃめちゃうまいっすね。普通のステーキ屋で肉で食べても美味しく感じれる。これはポテトかな。ちょっと
5種のポテトをミックスしてるんですね。ドフィノワーズ添えって書いてますけど、不思議な味がします。甘いようなやつから普通のポテトとか、でもめっちゃ肉も柔らかいですしね。この佐賀県産食べれるのは日本初だけですからね。やっぱ日本初の方が絶対いいと思います。ANA 乗るなら山順はというわけで、これねいただきたいと思います。もう全部食べれますよ。いやー、この機内食はやっぱりダントツですね、今までの食べた中で。だから肉は分かりやすい。デザート来たんですけども、こんな感じでハッピーバースデーというわけでねありがとうございます。私は機内の中では特になんか誕生日とかね、そんなことは言ってなかったんですけども、まあチェックインの時とか、あとね電話で誕生日ですみたいな宣言したんで、それでまあこういったご配慮、あと一応こんな感じでこういったものをいただけました。いや本当にありがたいです。嬉しいです。はい。まあ、それでね飛行機乗る前に行ったちょっと炎上事件がありましたよね。だからそれはやっぱりこう祝ってほしいのであれば恥ずかしいんですけども、自分から何か手をね挙げるべきなんだったんだろうなみたいな、そうした方がいいんだろうなみたいなふうに思っております。こんな感じでちょっと下にも書いてますね。この、ね、NH10 便ね11月13日、はい、というわけでありがたいですね本当にね。ファーストクラス乗るときは、誕生日にね乗るときは航空会社に一言言ったらいいかもしれない。まあない場合もね ANA の方にも電話ではなんかしてくれるとは約束はできません、ベストエフォートですみたいな、多分ベストエフォートで言ってなかったんですけども、まあ、ベストエフォートですみたいな感じで、こうネットが100メガ出ますみたいな、こう光回線にしたら、でも実際は100メガ出ないですよ。それがだから、ね、実際は10メガぐらいしか出ないですよ。なんかそんな感じみたいなでしょ。説明下手くそだなというわけで、まあ、とりあえずねこんな感じでいただいて、本当にもうねファーストクラス初めての、まあ、それをね ANA の中でこうやってね誕生日過ごせるっていうのは本当にいやーね嬉しいですね。ではちょっとこれいただきたいと思います。モンブラン、この季節になったら出てくるって言ってましたね。冷たいですけども美味しいです。これ横は何かな、バターアイス、アイスですね。なんかあれです、さつまいもですかねのアイス。あとは何か、栗だこれ。はい、CA さんに書いてもらったハートです。ジャムですね。テンション上がりますね。いや正直期待しなかったんですよ。もうチェックインの時にねちゃんとキーケースもらったんで、それで今日お客さんも多いですし、ちょっと難しいかなみたいな感じで思ってて、で話さなかったんですけど、ここの場面できましたね。いや嬉しいです。機内食食べ終えました。おそらく着陸の時にももう1回出るんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、もう全部食べたんで腹パンパンです誕生日ということで、ね、チョコレートとかも多分普通よりも多く配ってくれて、ね、食べないわけにはいかないみたいな感じで思ってたら、もうお腹パンパンです。はい、いや太るなやばい。それでね、まあこれ気になってたのがずっとあったんですけども、これですよ、これアメニティです今回の、これをちょっと今から開けていきたいと思います。ちなみにもう今離陸して3時間ぐらい経ってるみたいですね。もうあっという間です。もう本当に食事出されたりいろいろしてたら3時間経ってる。あと9時間ぐらいやべえなはい、こんな感じでピカピカになやつが出てきました。ANA のロゴがついてサムソナイトと書いてますね。やっぱりスーツケースといえば、まあ僕リモは持ってるんですけど、サムソナイトも有名ですよね。はい、この中に、まあ、入ってるということでめっちゃおしゃれ、これねルフトハンザでも多分こんなやつ配ってたと思いますね。ではどんなアメニティが入ってるか。
だんだんちょっとね暗くなってきて、客室乗務員の人にもベッドメイキングするんで寝るときは言ってくださいねみたいな感じで言ってたんでね、ちょっと早く説明したいな。歯ブラシ、アイマスク、僕は好きなやつ。それ耳栓、僕あんま使わないやつ。こんな感じで、とあとはなんかこんな風なザ・銀座特製セットって書いてますけどもね、何が入ってんだろう。これじゃあ開けてみたいと思います。なんだこれなんだこれ。なんかよくわかんないけど、ローションとかね、これもモイスチャーラウジングエマンジョル、乳液ですね。これは洗顔のやつです。ここにザ・銀座って書いてますね。あとはコットン。これ今あんまり男の人は使わないのかな。こんなやつがセットで入ってます。以上はアメニティの紹介でございました。ここにあるアイマスクとかビジネスクラスとかなんならエコノミークラスでももらえると思います。家はね、そんな感じになっております。設備について紹介したいと思います。まずはこれだけ足が広いということで、ディスプレイもねもう17インチぐらいあると思います。いやー十分すぎる。それでじゃあこれどうやって起動させるのか。例えばこうやろうとしても届かないんですよね、全然。そんな時にここの中にいつも見慣れたエコノミークラスとかでもあるこうコントローラーが出てきます。ちょっとこれはもうちょっとね新しくてもいいのかなみたいな感じで思ってるんですけども、ここを押すとこんな風に出てくるんですよね。それでこれはもういつもと同じような感じで、マップってすればマウスみたいに動かせますね。それでちょうど今はまだでもこれ見る限りだまだまだアメリカ大陸もまだですね。でも東京成田からふーっとね JF ケネディ国際空港、こちらにね向かうという感じとなっております。それでじゃあ他に何か設備があるのかと言いますと、ここにプッシュってありますね。これ僕先ほど私のケーブル入れてたんだ iPhone の。こんな感じでボックスみたいなのがあって、ここに何か物を入れることはスマートフォンとかですね。で後ろここに押せばライトになるんだ。こんな感じで、じゃあこれもライトか。ライトですね。で先ほどのこれモニターのこれが入ってるやつですね。それでここは何もなくて、ここにコンセントがある。でもねちょっと言いたいのが、できれば USB ボート欲しいですね。また一段階暗くなりました。もうおねんねしてくださいってことなんですかね。それでこれは何かと言いますと、これはリクライニングする、ちょっと見えづらいですけどもこんな感じ。ここでリクライニングとかの調整ができるってわけですね。だからハードのボタンではなくてソフトのボタンでこうねリクライニングしたりとかベッドにしたりとか、なんかそんなことができるようですね。ではちょっとやってみましょうか。リラックス。こんな感じになっていくんだ。動いてるの分かりますかね。足もここまで行きましたね。ここまで来ることができるのか。ちょっと見えるかな。もう一回撮ってみましょうか。今からね戻してみますと、これで戻りましたと。じゃあもう一回
リラックスにしてみます。だんだん押されてゆっくりゆっくり倒れるような感じですね。どうも、リラックス。こんな感じになります。じゃあベッドにすると完全にベッドになっちゃいました。まだまだここまで行くんだ。当たり前か。ビジネスクラスでもフルフラットになるやつありますからね。今となってファーストクラスで言えば当然かなみたいな感じですかね。でも空間はもうカプセルホテルよりもちょっと狭いぐらいで、もうねとても機内の中とは思えない感じです。じゃあこれはでもね、もうベッドメイキングとかやってくれるって言ってんで、また元に戻して後でベッドメイキングせっかくなんでやってもらおうかと思います。今回なんですけども、まだね全然使ってなかったんですけど、こちら機内 Wi-Fi が100メガ、無料ということで、もう投資でもうネットはファーストクラスだと無料でね提供されます。これちょっと使ってみようかと思っております。どれぐらいのスピードが出るか、ネットがねできればねめちゃめちゃ楽ですよね。こんな感じでオンエアってちょっと見えるか分かんないんですけども、Wi-Fi がありますので、多分おそらくこれでしょう。つながりました。こんな感じでできましたね。国際線もそのうち多分 2,3 年後とかには無料とが当たり前になるかもしれないですけども、ちょっと今のままだとね高いっすよね。でもそれがファーストクラスだともうそのストレスさえもうねなくしてしまう。でも別にファーストクラスに行ったらね食事とかイベントがいっぱいあるんでなくてもいいんですけどね、こんな感じで本当なら20ドルぐらい、だから2000円ぐらいかかるやつが今回無料で配られてるってやつですね。一応30分プランは5ドルとかあります。それで私は多分ここのアクセスコードねこう削れば出てくるんで、これで出てきました。こんな感じで、これでは今から入力します。こんな感じで認証ってなってですね。遅い。つながりました。ちなみにこのフライト乗ってる時にこのファーストクラス乗りますみたいな動画を作ったんですよねなんかそれの反応もちょっと気になるんで楽しみです。これをまさかこの機内の中でリアルタイムほぼで、確認できれば嬉しいですね。なんか変なところとか炎上しなかったらいいんですけど、楽しみです。コメントたくさんいただいていや結構あれですよ、見られてますね。いや嬉しいっすね。コメントもいろいろいただいて、誕生日おめでとうございますと、あとファーストクラスもねおめでとうございますと。いや嬉しいです。ちょっとね今回初めてなんか釣りっぽいタイトルにしたんでね、ちょっとねすごい緊張したんですけどよかったです。こんな感じでちょっとあえて反応はあんまりしないでおこうと思ってるんですけども、空の上でね返事も返しきれないんで、皆さんありがとうございます。コメント書いていただいた方、機内の中でも Wi-Fi がファーストクラスができます。